こんにちは。乳がん9年目、余命宣告されても死ぬ気はしないみーぽぽです。はい。私は26歳で乳がん告知されて、現在35歳で、闘病期間が約9年間、9年目になるんですけど、その約9年間の、写真を一緒に見て、記録をたどっていきたいなと思います。なんかアルバムを一緒に見るような感じで見ていけたらなと思うんですけど、まずはじめにお話ししときたいのが、この闘病記録を見ていく中で、なんでこの時に手術しなかったのとか、なんでこんな状態まで放ってたのとか、様々なご意見があると思います。一つ、今となってお話しできるのは、私自身自分の命をおろそかにしたことは一度もなくて、もちろん自分の命を誰よりも守っていきたいと思っていました。なので、今思ったらなんでって思うことはたくさんあるし、私の中での後悔もたくさんあるんですけど、その時の私は自分の命を守りたいからこそしている選択だったり、方法だったりしたのは事実です。なので、過去を見ていて私自身思うことは、あるんですけど、今の私が言えるのは、過去の後悔をいくら悔やんでも、変えれないので、過去の後悔は学びに変えて、未来に生かしていきたいと思っています。今日お見せするのは、その時の私なりに、闘病と向き合ってきた記録になります。なので、一人の人間の記録として一緒に見ていただけたら幸いです。26歳の乳がん告知当初からの写真をお見せしたかったんですけど、ちょっと手元の携帯にはちょっと残っていなかったので申し訳ないです。28歳からのスタートになります。その辺ご理解いただけると嬉しいです。はい、少し前置き長くなりましたが、では早速見ていきましょう。この28の時は、乳がんから告知が2年目なんですけど、乳がん告知の時は約 1.5 センチの腫瘍があって、その後自分の免疫力で治すと決めて、そういう治療のところに行って、半分以下にはなってた時期なんで 6.8 ミリになってたんですね。なんで、結構、自分の中でもこのままなくなるっていう希望も持っていた時期でもあります。私海が大好きで海でジャンプしてるんですけど、見てもらったらお分かりのようにはしゃいでます。はい。で、この時もちろん腫瘍とかはもう全然胸の中にあって、見た目には全然わからなかったので、水着とかも普通に着てました。でも私の好きなジャンプ写真の一つです。これも海ですね。これは石垣島に行った時の写真で、なんか海好きでした。今も好きですけど。で、調子乗ってなんかハイビスカスとか加えてるしメイク濃いし、26歳なんか乳がん告知当初めちゃくちゃショックで落ち込んだりとかしてたけども、この時はもう2年経ってある程度自分の乳がんのことを受け入れるようになって、向き合えてるようになった。その恐怖には支配されなくなってたので、こんな風になんか友達と旅行行ったりとか、一見普通に過ごしてたんですけど、心のやっぱ中にずっと乳がんっていうのはあって、全然見た目にもなんか分かんないし、実際元気だし、実際症状もなかったので、今思ったら全然普通に生活できるなと思うんですけど、やっぱり自分が乳がんっていうなんかネックがすごい大きかったので、何かしら乳がんだからっていう風に自分の中でいつもどこかにあった頃でもあります。これは29歳で、腫瘍が飛び出し始めた頃で、結構その飛び出る時の痛み、激痛があったんですね。なのでなんかない時は、激痛ない時は全然平気なんですけど、いきなり激痛があって泣き叫んだりとかはちょこちょこし始めた頃けど、この時は友達と親友の子供たちと一緒に旅行行った時の写真なんですけど、でも変わらず、普通の生活を送ってはいたけど、さっきの28歳の時と一緒で、もちろん自分乳がんっていうのもあったし、食事とかもずっと気をつけていたので、友達の旅行先も、食事が、大丈夫なとこ、自分の中で納得できる場所に、旅行行ったりとかしてました。はい、これも29歳で浴衣着てるってことは、まだ出血もしてないっていう
出血してたらこんな風に胸が締まってるのもう切れなくって処置しないといけないからダメなんですけど、この時はもう言い方も切れるってことはもちろんそんな出血とかもなく過ごしてたけど、かなり激痛、なんかもう不定期にこういきなり激痛が襲ってきて 1,2 時間とか続いて泣き叫ぶこともあれば、そのすぐ収まることもあったりとかあとは痛みで寝てる時に激痛で目が覚めて寝れなかったりとかしたのもこの時期です。なんかの動画で言ったんですけど、この時もその痛みがあって腫瘍がこう飛び出そうとしてるのはもちろん自覚してたんですけど、いいことだって思ってたんですね。なのでその激痛が腫瘍が出ようとしているからこの表面に出ることはいいことだってその時思い込んでて、そういうのもあってなんかそういう痛みとは戦いながらも悪くないって思ってた時期でもあります。でこれ30歳で、変わらず激痛はあって、もう腫は飛び出してますねこの時は。で、さっき言ったように悪いことだと思ってなくってガーゼにじむ程度の出血をするようになってます。でこの30歳の時に、ある友人に悪くなってることだっていうのを言われて、実際それを本当に知って病院にも1回行ってます。ただもうこの時にはもうちょっと手術不可だってその病院では言われて、抗がん剤しかない。で抗がん剤その時私絶対的に嫌だと思ってたので、それだったらもうまたさっき言ったように28歳の時は、26か28に小さくなったりとかしてたので、その時みたいにまだできると思ってなんとか手術できるぐらいまで小さくしようって思っていた時期でもあります。韓国親友が日本の友達が結婚式で日本に来て、でその時に一緒に遊んでたんですけど、その時に韓国の友人のその結婚する友人、日本の友人がすごいいいホテルを用意してくれて、そこに一緒に泊まれるから一緒に泊まろうって誘ってくれてたんですけど、私はその時の状況的にやっぱりもう痛みと、言ってもガーゼの出血してたので外泊までは厳しいっていうのがあって、泣く泣く断ったのを覚えています。でも変わらず大好きな神戸のめちゃくちゃいい雰囲気のスタバがあって、そこに友達といた時の写真です。なんでこんな格好してるかって言ったらハロウィンでユニバに行った時のやつで、こんな感じでイベントこととかも好きでこんな風に仮装してなんかメイクとか楽しんで遊びに行ったりとかしてたんですけど、この時も覚えてるのは帰ってからめちゃくちゃ激痛があって泣き叫んでたのを覚えてます。でこの時でも何とかしようと思って免疫治療を一生懸命しながら、痛みと戦いつつ出血もにじむ程度ですがしてて、ちょっと大変な時期ではあったのは覚えてます。やっぱり変わらずこういう風になんか自分なりにファッションとかメイク楽しんで遊びに行くのは好きでやってたんですけど、変わらずこれはずっと26歳乳がん告知されてから変わらずですけど、やっぱり自分の中に自分は乳がんっていう制限はめちゃくちゃあったから、自分ができる仕事、この時はカラーの仕事とかネイルも勉強してて、なかなか外で働き行くのはしんどいというか自分の体調的に、外でがっつり働くのは難しいけど自分でできることしようと思ってネイル検定を取ったりとか頑張ってる時期、そんな痛みとか出る前は講師とか学校に教えに行ったりとかはまだしてたので、この頃あたりはもうそういう風には学校とか外で働くのはちょっと難しくなってたかなって感じです。でこれ32歳で母と韓国旅行行って韓国の親友と遊んだ時の写真なんですけど、その大出血が始まったこの時から韓国のその本当搭乗前直前のトイレで本当にコップの水ひっくり返すような出血を初めて経験しました。なのでもうなんとか飛行機には乗れたけど、もうその訳もわからないまま、なんでこうなったかその血も出て、でももう出発するとかで訳もわからないままそのまま登場して、でもガーゼが足りないっていう、その今までの出血量と明らかに違ったので、片言の韓国語で一生懸命搭乗員の方にガーゼありませんかって聞いたのを覚えてます。でタオル片手になんとか出血施設には着いたんですけど、韓国着いてからかなり出血がもう本当にその時からやばくて、もうこの韓国旅行中はひたすら薬局に行ってガーゼ買い占めてもいました。でここで一つお話ししておきたいのは、母に対する
母がなんでこんな状態に娘連れて行ったんだとか思われる方もいると思うんですけど、確かに今思えばあの状態で止めれたなとか私自身も思うんですけど、でもあの時の私たちの感覚ではちょっと麻痺もしてたのは事実です。なんかいきなり例えば今まで何も腫瘍から出血しなかったものがバッて出たらってなると思うんですけど、もうある程度も出血しちゃってたんですね。それまでが出血がずっと続いてた。もう30歳ぐらいでこれ2年目、もう結構もうガーゼ変えたりとか出血がもう普通になっちゃってて、それもなんとかよくしようとしている中の過程での出血だからしょうがないって思ってる部分もあって、その中の増えたって感覚なんで、まさかそんな子まで危ないことっていう自覚はなかったと思います。もうちょっと危ないことですけどね、これは。でプラスなんでこんな時期に韓国旅行っていうのは、反対こんな時期だからこそ韓国旅行に行こうってなったのもありました。私が必死に毎日、病気と闘ってて、がんと闘ってて、言ったら今まで通り生活がどんどんできなくなってきた時期でもあって、で必死で毎日私が家の中で血拭いたりとか、それでも諦めずに治療に向かってるのとかを見て、母がどこに一番行きたいって聞いてくれて、私は韓国に行きたいって言ったら、じゃあ一緒に行こうかって言ってくれた旅行でもあったんですね。だから毎日私がもう普通に友達と遊ぶこととかままならなくなってたりとか、普通に仕事とか今まで通りの生活、私がどんどんできなくなる姿を見ての母の言葉でもあったので、そういった意味で私はあの時の母の言葉にすごい感謝はしています。あの時大出血があった中も登場したっていうのは、ちょっと自覚がもうちょっと麻痺してた、あの時の私の感覚もですけど、多分一緒に母も麻痺してた部分とかあるのもあります。だから第三者的に私が今客観的に自分を見たらなんでって私も思うのは思うんですけど、あの時はそうだったかなって思う感じです。もう一つのやつが、これは韓国の美容院で髪切って、韓国の美容院のカット技術が好きで韓国でカット行くんですけど、母がカットしてるのを待ってる写真。大変は大変だったんですけど、出血もして痛みもあるし、でも、病気ながらも韓国旅行に行けたっていう喜びもあったのも事実です。もう結構この時は飛び出てますね。多分いろんな治療とかも他の動画でも発信してるけど、傍から見たら掘ってたように見えるかもしれないですけど、一度も私は自分のがんを掘ってたことはなくて、必死に毎日何かないか、何かもっとできることないかっていうのを探してました。ただその治療が標準治療じゃなかったってだけで、私のその時の私はですよ、今の私は違うけど、その時の私はもう標準治療はやったらもう死んでしまうって思ってしまってたので、なんとかそれじゃない方法で何か治療できないかっていうのはめちゃくちゃ必死探してた時期でもあります。真ん中にいるのニコじゃなくてレアリーさんって言って、そのちょこちょこ動画でお話ししてるカリフォルニアのニコの友人の、皮膚がんをご自身で、勉強されて、結局この人は免疫力すごくめちゃくちゃ高めて、もう今めちゃくちゃ元気に過ごしてて、この時私に会いに来てくれたんですけど、もう皮膚がんはなく、もう本当にそれまではめちゃくちゃ厳しい食事療法とか多分してたんですけど、日本ではめちゃくちゃジャンキー食べてましたなんかハンバーガーとか食べに行ってましたでももうそれぐらい元気。この方が私に教えてくれたのは、食事ももちろん教えてくれたけど、それ以上に何を見るか、どこを見るか、どういう気持ちであるかっていう部分をすごく大切に、そこを一番に、すごい教えてくれました。ただその時の私はどうやってっていうとこばっかり気になったので、なんか何食べたのとかそういうのめちゃくちゃ気になったんですけどでも今となってはすごいなんか大切なものを教えてもらったなって思って、すごい感謝もしています。家族で一緒に、ちょっと出かけた時の写真なんですけども、この時本当にもうすでに出血とかもいつ出血してもおかしくないし、大量出血もすごくって、かなりの貧血状態ではあったと思うんですけど、だからこれリュック背負ってるんですけど、この中でいつも大量のガーゼと血がついた時の着替えが入ってました。この時に大量出血で救急車で運ばれて輸血のための緊急入院とかあった時期でもあるので、笑ってるけどいつも出血と戦ってたっていう感じですね。言ってないけど、この裏では代替療法で治療したりとか、そういう治療をしていた時期です。それでこのあたりから7月9月とこう細かいのは
この辺りからダダダって多分変化があるんですね。この10月に関してはさすがに大学病院に行ってます。で大学病院で検査を受けることになったんですけど、腫瘍大きくてさっき言ったようにめちゃくちゃ出血が激しかった時、ただこの時の検査でちょっとトラウマになってしまったのが、検査する時にちょっとだけ腫瘍からこう CT で腕上げた時に出血しちゃったんですね。で止めて看護師さん呼んだら、その看護師さんがむやみに私の腫瘍を触って、そこからめちゃくちゃ大出血になって、もう多分 2,3 時間その CT の検査室があって血が止まんなくなって、外科のお医者さん来たりとかめちゃくちゃ来て、みんなで止めようとするのほんと止まんなくって、すごいしんどい思いしたんですね。で結局検査も中止になって、でそこからなんか結構ちょっと不信感も余計抱いちゃった。ただでさえ医療不振っていうか、お医者さんに、最初の26歳の告知の時に医療不振があったのに、さらにちょっとそこで検査の時に無理やり腫瘍を動かされて、それでしかも出血したとかで止まらなくって、で結果なんか検査もうままならなく、もう抗がん剤しかないみたいな感じで言われて、またそれもちょっと不審になってしまった、自分の中でっていうのがあった時期でもあります。やっぱりもう手はないのかなと思って、なんとかやっぱ自分でするしかないのかなっても思って、さっき言った代替療法とかのお医者さんにかかったりとか、いろんな治療を探しながらなんとかしようとしてる時期っていう感じです。この写真見てもらったらなんかめちゃくちゃ老けて顔が今よりなんか何歳も年上みたいに見えるんですけど、これ34歳の12月末から1月前半の頃でめちゃくちゃ覚えてるのが、最後の韓国旅行なんですね。私よく韓国旅行には行ってたんですけど、これが最後になって、でこれはクリスマスあたり韓国に行って、年末日本に帰ってきての写真なんですけど、本当に韓国で大出血もやばくて、もうさすがにもうほとんど観光なんてままならない、もうちょっとご飯食べに行ったりとかするので精一杯で、そこで初めて私ももうこれが無謀だって思って、自分がやってることが普通に過ごしたいと思ってなんとか普通に過ごそうとしてたけど、これはもう自分の体を無茶させてるっていうのもようやく気づいて、この時からもうそういうことをやめるようになりました。ようやくようやくなんですけど、めちゃくちゃ痩せてんのは今思えば進行もあるのかなと思うんですけど、この時すっごい厳しい食事療法してたんですね。前違う動画でお話ししたケトジェニックのめちゃくちゃ厳しいやつをしてて、もう本当に家族と一緒にご飯食べれないぐらい野菜の糖質まで気にするし、だから玄米とかもちょっとご飯系の糖質さえも気にしたりとか、もうとにかく厳しいのやってました。なのでもううさぎの餌みたいなの食べてた時期なので、それもあって痩せてるって自分で思ってたんですね。でも今思ったらもう顔の感じとか見たら進行してたなって思ったりもします。これはでもまだ動けてはいたけど、もう出血がひどすぎてソファーでもう寝始めてて、多分この時にちょっとずつ体が固まってた時期かなっていう感じです。で4月この時ぐらいから立つのが困難になって歩きにくくなってて、母と神戸に行ってるんですけど、ここに行くまでの車に乗るのも腰が痛くって、何回も途中降りてこう腰を伸ばしたりとか、あと基本の移動は車椅子になってました。ホテルで車椅子借りて、でこの写真撮ったところに行くまでも手を引いてもらってたのを覚えてます。歩けるんですけども、そんな風にもう普通に歩くことが困難になってました。ちょっと持たれて立ってるのはもう普通に立つのもちょっとしんどくなってたから、何かに持たれないとしんどかった時ですね。これは今思ったらもう骨転移が進行してた。でもこの時は骨転移じゃないって、違う動画でも話してるけど、ソファーで寝てた代償が来てると思ってるので、筋肉だと思い込んでて、なんとか歩けるようにしようとしてるのと、大量出血で、貧血もひどかった時期、なんかもうかなりやばかった時期ですね。これってたまに家族がこう外に出してくれたりとかでこう出ることあったけど、基本もう韓国旅行から帰ってきてから私はカフェのバイトももちろん辞めたし、もうほぼ家で過ごしてたし、てかもう過ごせざるを得なくなってた。韓国旅行帰ってきてからもう外で行っても移動は、
自転車にしか乗れなくなってたんです。歩けなくなって、自転車に乗れたらなんとかこう体重を足にかけて進めるようになってたんですけど、もうこの4月はもうそれさえもちょっと難しくなって、もう本当に家からほぼ自分で出ることはできなくなってました。姉の子供の姪っ子と写真撮ってるんですけど、ソファーに今これ座ってるんですけど、ソファーに座るのもこの一瞬だけ、一瞬座って写真撮ったらもうソファーにも座れない、自分で座れなくなって、あとは椅子にもたれかかる。でこれ隠れてるけどめちゃくちゃでかい腫瘍、拳を超える腫瘍が飛び出てる時期なので、かなりこの時は痛みでもうどんどん動けなくなって、家の椅子の上で動けないとか、大量出血もすごかったし、結構自分の中でもひどかった時期ですね。でもまだこうメイクはちょっとできてる、こうやって見たらメイクはまだできてるんですけど、このメイクするのももう本当に精一杯だったと思います。でもなんとか歩こうとして整骨院に行ったりとか、歩く練習をしたりとか、家の中で必死で歩く練習とかしてました。もう今思ったらめちゃくちゃ危ないんですけどね、骨折って分かってなくて。ここから、余命宣告を受ける9月末まで3ヶ月間写真が全くないのは、もう正直写真撮る気力も体力もなかったです。もうこの時はまるで私よく言う戦争のような時期だったので、とてもじゃないけどそんな時に写真撮ろうなんてならない。私もですけど周りもならないですよね。もう毎日必死で泣き叫んで、もう痛みがない時間がない、座って安らげる時間がないっていう時期、出血も毎日あって戦争のような日々だったので、そんな時に写真撮る人もいなければ自分が写真撮るってこともなかったです。はい、なので写真はちょっとないです。でこれは余命宣告後9月末、余命宣告直後くらいの写真。もうキャミソールでこう上着てないのは腫瘍がでかいこんなのがあるので、もうキャミソール1枚かぶるのももうちょっとしんどい。なのでいつもこうキャミソール、ゆるいキャミソールでぶら下げて、ここはもう腫瘍出しっぱなし、家の中でいつ出血してもいいようにもうガーゼは横に置いてこう出血を止めるような感じで、この時はもう病院にかかって、ようやく病院にかかって標準治療始めることになって、自分は骨転移ってことも分かった後、ホルモン治療始める直前ぐらいなんですけど、もうかなり、見てもらったら一気に3ヶ月の間でもう本当に笑ってると思うんですけど、もうこの写真撮る一瞬笑うだけでもうそれ以外はそんな風にこう余裕がないっていうか、もちろんこの時字も書けないしテレビも見れないし、もう本当に何か聞くので精一杯、もう息するのも苦しい時期で、座ってんのこれ自分の力で座ってるんじゃなくって、もう本当に預けて、椅子に身を預けてなんとか座ってる時期、自分で1ミリも体を動かすのが困難になってた時期です。唯一の残ってる写真ですね。で次これ私最近これ手にしたんですけど、時10月あたりこれ治療を始めて、輸血もすぐできるようになって輸血したんですけど、輸血したらしたで今度めちゃくちゃ大量出血3日連続して、輸血したもののもっとそれ以上血がなくなってしまって、また輸血のために緊急入院した時の写真なんですけど、この写真を本当にこの間私は初めて自分でもらってみたんですけど、っていうのも、さっき言ったように自分で写真なんかこの時撮った記憶ないんですね。そう撮ろうなんかもならないし、もう字も書けなくて息するの精一杯の人が写真撮ろうなんか私はとてもじゃないけど言えなくって、でなんでこれ見つかったかって言ったら、ホスピスのこの間上げた動画の時に知人が来てくれたって話したと思うんですけど、そういえばその時にこの友人が撮ってくれたなって、写真を撮ってくれてたなって思い出して、そのホスピスの動画に載っけるための写真ないかなと思って聞いたんですね。そしたらそれはないけどこれはあったって言って、これが出てきて、はい来たそうこれが出てきて、でこれはその時の、治療を始めた直後の緊急入院での病院での写真、唯一本当に今思ったらめちゃくちゃ貴重な写真なんですけど、これもやばいですよね。これ誰みたいなもう自分でも誰って感じで、さっきのも見て思うんですけど、この時ぐらいの私の目が怖いんですよね。なんか魚の目みたいで、本当になんか生気がないっていうか、でも
この時の私も変わらず死ぬ気しないとか、がんで私は死なないですとか先生に言ってるし、前向きは前向きだし、死なない確信してるのは事実なんですけど、見た目がとにかくもうやばいっていうのは今見て本当に改めて思います。それはこれ見た人、医療従事者の方とか、あの時の私見て死にゆくなって思ったなっていうのは、こうやって改めて自分の写真見て納得っていう感じ。ただ私の気持ち、考えとか思い、前向きなのはこの時も一応見た目に反しては、変わってないかったのは覚えています。でここも10月か2月まで、ちょっと空白があるんですけど、ここもやっぱり大変な時期、回復はどんどんしてはいたけど、もう必死に治療で戦ってる時だったので、2019年の6月以降からこの時まで、その乳がん告知後治療を始めて当分は戦争のような日々だったので、こういった誰かが撮ってた偶然とかそういう写真がない限りは、私自身のカメラにはもう写真は残っていません。なので今思えば撮っとけばよかったなとか、なんで友達撮っといてくれなかったのとか言えるんですけど、冗談でけど、それはなくて当たり前だなっていうぐらい、ちょっともう、壮絶な日々だった時期です。でこの2020年2月、このワッフル持ってる写真、こっから写真がドンって増えるんですけど、なんでかって言ったら、ブログを始めた時期、2020年の1月末かそれぐらいにブログを始めたんですけど、その始めた時は、当初はずっと過去の写真を載せてて、コメントで最近みーぽぽさんの写真はないんですかみたいな、見たいですっていう言葉で写真を撮るようになったっていうのがこの時です。なのでこの時から食べてるワッフルなんですけど、朝ごはんの、ワッフルと一緒に撮った写真で、だいぶ回復してはいるんですけど、まだ椅子の上から動けないし、腫瘍もまだちっちゃくはなってるものあるし、まだ細いですよね。だいぶちょっと体重は戻ってきて元気なんですけど、まだ細いかなって。この次のムーミンと一緒の写真もやっぱり前開きのこのパジャマ着てるのはやっぱり腫瘍があるので、いつでも出血した時に対処できるようにっていうので、腫瘍がさっきと出しっぱなしだった。なのでちょっとムーミンで隠してる写真です。はい。でこれ2020年、34歳5月ぐらいの写真なんですけど、これメイクしてますよね。久々のメイクだと思うんです。もうこの時ようやくもうメイクできるぐらいちょっともう回復してたけど、まだ、椅子とベッドが動けない、椅子の上にずっと座りっぱなしの時期です。でも肺転移がなくなって、もう痛みもなくなってるない時期ですね。もうこのぐらいからもう痛みは全くない。このぐらい、この手前かちょっと分かんないけど、もうこの時はすでに痛みはなかったです。でこれ外なのは庭で穴だらけだった骨のために日光浴をするために、車椅子をしてもらって庭に出してもらった時の写真。まだでもパジャマで過ごしてますね、前開きの。でメイクめちゃくちゃ濃いのは久々のメイクで慣れてなくってめっちゃ濃くなってた。あとプラス久々で嬉しくって塗りたくってたっていう時です。でこれはもう一枚もまた日光浴で2個写ってないけど、覚えてるのは2個が持ってるひよこと一緒に写真撮った。でこの時ちょっとメイクマシですね。多分眉毛ぐらいしかしてない時だからマシで、これは2020年の7月、これ、病院の写真なんですけど、これまだ全然リクライニングしかでかい車椅子乗ってて押してもらってて、自分では自由に全然動けてない時期だけど、この時なんで病院でこの写真撮ったかって言ったら、訪問看護師さんとのちょっとエピソードがあって、訪問看護師さんにも私はずっと韓国行きたいとかずっと言ってたんですね。でもなんか病院の看護師さんにはそれを伝わってなかったみたいで、やっぱり私が検査行く時に一瞬しか会わなくて、一瞬の私を見た時に、そんな前向きに、韓国旅行行きたいとか、そんなずっと回復を信じてる人には見えてなかったみたいなんですね。でそこの温度差を感じた訪問看護師さんが、それをみーぽぽさんはそういう風に全然回復ずっと見ていて、韓国旅行自分の足で行くって決めてますよみたいなのを伝えてくれて、そんな風に考えてるんだって、それを知った病院の看護師さんがまたそれを私の主治医の先生とか正規の先生に伝えてくれて、じゃあ一回みんなで私が韓国行くための計画ミーティングをしようって
言ってくれて、なんと病院に訪問看護師さんと主治医の先生、生家の先生、あと病院の看護師さん、地域医療の看護婦長とか、あと訪問ドクターも来て、みんなで集まって私の骨の写真と今の状況を見て、どうやったらそうなれるかっていうのをミーティングしてくれたんです、病院の時間外にっていう時の記念写真、めっちゃ覚えてます。なんでこの下から撮ってるのは、これはその時まだ介護タクシーでしか移動できなかったので、介護タクシーでそれ向かってる時の写真なんですけど、本当にもう医療不振だところの私言ってあげたいっていう、どんだけ医療従事者の方、こんな温かい医療従事者の方がいるんだって、今ちょっと思い出しても泣きそうになるんですけど、本当になんかね、医療不振になってたけど、本当にすごいあったかいなって、医療従事者の方すごいなんか仲間っていうか、はい、そうなんかこれはもう多分生涯忘れないなって思う一つでもあります。はい。でここで、この計画ミーティングで決まったのは、じゃあ異常式の車椅子に乗りましょうって決まったのもこの時です。なのでまずは一歩として、異常式車椅子に乗って自分で今できる範囲での QOL を上げていこうっていう話になって、ここから理学療法士さんが入ってくるようになりました。でもだいぶこの次の写真でも見てもらったら分かるように、まだ椅子の上が基本ではあるんですけど、自分でこう腰を立たせることはできるようになってたりとかして、もう元気に過ごせてる。はい、こんな風にタレポンと遊んだりもしてたりとか、もう普通にメイクも落ち着いてきたちょっとメイクすることに慣れて、また落ち着いてきた時期でもあります。でこれ2020年の9月、これも35歳 YouTube 始めた頃ですね、ちょうど。でソファーに座って、後ろにちょっとクッション挟んでるんですけど、なんでかって言ったら、ソファーにちょっと座ってみようか、それまで椅子とベッドとか限られた車椅子とかしか乗れなかったけど、ちょっとソファーにも座れるんじゃないって言って試してみた時の写真で、無事座れたっていう。でこの後すぐこれじゃあ座ろうだならなかったんですけど、こういうのも理学療法士さんと一緒に進めていって、ソファーに座るリハビリもして、今は無事ソファーにも座れるようになりました。この車椅子の外のは YouTube で海行くドライブのやつでお見せしたと思うんですけど、その時の写真。まだ、外に行く時に車椅子持って行って、もちろんこの時歩けないし、移動は誰かの補助がありきの移動だったんですけど、ようやく、ドライブとか楽しめるようになった時期でもあります。でこっから先はもう YouTube でお見せしてるので、ちょっと端折って、はい、現在です。もうおかげさまでこうやって元気に今は、自分の足で歩いたりとか、もうね、家では杖歩行なしで行けるような最近になったりとか、お風呂も正式から最初は始まったのが、もう今では自分でお風呂にも入れるようになったし、もうちょっと言い出したら本当になんかもう長くなっちゃいそうなんですけども、とにかく、まだ外は杖ありとか、いろいろ骨底の影響で身長が縮んだりとかいろいろあるんですけど、おかげさまでこうやって元気に回復して私は、過ごせています。はい。ちょっと私の約9年間の記録アルバムを一緒に見させていただきましたが、今思えばもう本当にこうやって見返してて、自分で見てても、最初冒頭でも言ったように、いやなんでとかもうツッコミどころ満載なのは事実なんですよね。すごい医療従事者の方とか一般医療にすごい医療不信を持ってたりとか、あったんですけど、今はだからといってもちろん後悔もなんでっていうあの時の私に対して思うことはたくさんあるんですけど、でもそんな自分も私は認めていきたいと思っていて、肯定するとかじゃなく、ただあの時の私は私なりに必死だったのは事実だし、別に一度も自分の命をおろそかにしたことはないし、私なりには頑張っていた。ただやっぱり偏っていたなってすごい思うので、それは学びに変えて今後
どんな状況であれ、例えば私今医療に対してその不信感ないですけど、反対そこにあまりにも偏るのもやっぱ違うなとも思うし、私はどんな時もそれは今後偏ることは気をつけようって、本当にその過去の私から学んだことです。もうそれほど危ないことはないなって、病院行けよとかもあるし、だからって病院に依存するのも違うと今は思うし、だからちゃんと自分の人生の舵取りは自分で取るっていうで、しっかりちゃんと天秤にかけることとか、もう何事にもいいこと悪いこともう必ずあるので、そういうところを偏らずにちゃんと見るっていうことを私はこれから気をつけていきたいと思っています。こんな感じで本当にいつも、温かな応援 ありがとうございます。こんな経験してきた私ですけど、温かく見守ってください皆様にいつも力と元気をいただいています。そしてこれからもさらに回復した姿を見せれるように、頑張りたいと思います。なので今後ともよろしくお願いします。よかったらいいねボタンとチャンネル登録の応援よろしくお願いします。ではまた、みーぽぽでした。バイバーイ。